はい、五反田にあります、割烹宮永、宮永健一です。今日は、かつおだしをたっぷり使って、野菜もたっぷり入ったカレーをご紹介します。じゃあ材料紹介します。大体和食でお客様に出す部分っていうのはものすごくいい部分、どうしてもこう例えばかつらむきにしたら芯が残るとか、うどなんかこういうのはよりうどとかより人参とかかっこいいものを作るとどうしても半端が出ると、そういうものを僕は必ず野菜をまとめて皮もこういう皮も含めてですけどね、全部取っておいといて茹でて冷凍しておいておくんですね。でそれがまとまったらそれをだしと含めてカレーにしていこうと、そういう感じの今日はカレーを紹介します。すごく味のいい部分なんですよね。えのきの、軸の部分とか、きのこね、なめこなんかは本当にお客さんに出すところはこういい綺麗な、持って美しい部分ばっかりをこう使っていくんですけど、どうしても軸とか残っていくんで、こういうところを上手に、あとキャベツでしたらこの外側の皮もすごく、使えますし、玉ねぎちょっと今高いんですけどね、より大事に使っていった方が、いいのかなと思います。はい、例えばブロッコリーの芯のところとかネギの青い部分とかそういうところはもう上手に使ってって栄養もたっぷりありますんでね。まず人参は、この硬いところはさすがに取ってもらって、金だわしですね、こういうのでちょっときつめにこすってもらえるともう本当の皮の部分はもう取れますんで、さっと洗って基本全部ペーストになってしまいますので茹で上がりやすい大きさに全部切ってしまいます。大根なんかこの部分はおろしなんかにも使えるんですけど、どうしてもかつらむきでこう剥いた後に、芯の部分だけとか残るんで、それもどんどん貯めて1週間それをペーストにしたものを貯めといて、水曜日だけうちカレーをやってるんですけど、もちろんそれをだしもたっぷり使って煮詰めたもので、健康にもいいし美味しいカレーですね。かつおだしカレーという形でやらせてもらってます。はい、玉ねぎ今すごいびっくりしちゃう値段なんで、玉ねぎより他の野菜の半端のを中心に使っていった方が安上がりだと思います。あとこういうキャベツなんかも全部茹で上がりやすい大きさですね。みんな切ってしまってこれを全部炒めていきます。これも合いびき肉ひき肉こんな感じで炒まったら次玉ねぎ入れて、ここはちょっと時間かけてゆっくり炒めます。そうです。例えば普段から使ってる、例えば今皮むいてるとか捨ててたっていう部分をじゃあそれを毎日茹でておいといて、で茹で上がったら袋かなんかに入れて冷凍しておく。でそれがある程度溜まったらこういう野菜が炒まったところに入れてしまうっていう。そうすると非常にロスが少なく野菜も取れるし、先ほどのこの野菜ともちろん皮もたくさん。でこういう出汁なんですけど、これも普段使ってるのは野菜に下味をつけるためにこう浸しておいた、残った出汁ですね。そういうのをうまく使って野菜を煮ていきます。わざわざ作るんでなく。かけてる場合は何か代用方法とかあります
もちろん顆粒の出汁でも全然OK だと思います。野菜ひたひたになるぐらいですね。あんまりたっぷり入れると無駄な出汁になっちゃうんで、結構野菜から水分出てくるんで、野菜にもよるんですけどね、白菜とか結構水分が出てくるんで、その辺はもう後でこれをペースト状にするんですけど、そこでこのスープとしてこう食べやすい硬さになったらもう OK みたいな。これ沸かしちゃいますね。ここで野菜とか入れる具材は何でも特別なんですか？好みなんですけど、山菜とかあとは筋のあるものを入れるとちょっと口に残ってしまうんで、例えばふきをそのまま入れてしまうとか、そういうのはやめた方がいいと思いますね。基本的には煮れば柔らかくなるものでしたら何でも大丈夫だと思います。この野菜が全部、柔らかくなってきたら調味料入れて、ここにトマトのホール缶です。これはホール缶の方がいいですか？どちらでもいいです。普通のあるトマトで、ちょっとトマトもホール缶の方が安いのかなと思ってこっちにしたんですけど、トマトが使えるんでしたら、トマトも今高いですからね。とにかく野菜が今異常に高すぎるんで、こういうことやると結構節約にはなると思いますけどね。ちなみにこれは先ほど後ろでかけたやつですよね。はい、豆ですね。豆結構これもまた体に良くていいものなんですけど、一晩水につけといて、それを水ざる切りして、これも余っただしに少量の塩と醤油で味付けしたもので、圧力鍋に、これで20分ぐらいかけたものですね。こういう感じになってます。で豆もいろんな種類があって、これ3種類ぐらいあるものでやってるんですけど、もう本当に、3種類ぐらい豆をこう家に常備しとくと、なんかこういう添え物になっていいと思いますね。これもまたこんにゃく小角に切って、軽く湯したものですけど、これもちょっとコトコト炊いて味を含ましとくような。でこれも地がなるべく少ない方が豆のうまみがあるので、地をいっぱい入れすぎちゃうと豆のうまみがなくなってしまって、これはこんな感じでコトコトと。鍋でやっちゃうんです。そうです。家庭でなかったらジューサーに入れてもいいんですけど、これなんかこの機械あるとちょっと合理的なんですよね。全部ペーストにしちゃうっていう作戦ですね、これ。やっぱり見栄えの悪い皮が入っちゃってるんで、その辺を美味しそうに見せるにはこういう風な感じ。皮とか使うのがやっぱり味が出たりとかするっていう。皮はもちろん美味しいですよね。ただやっぱりどうしても皮って捨てられてしまうところがあるんで。そうするとなんか皮感がもうなくなってここはいいかつおだしがあるからある程度だしが出るんですけど、ご家庭の方でしたらこういうチキンブイヨン入れます。でカレー粉はもう普通のでいいんで、好みでこう入れてもらって、これカルダモンっていう、これ入れるとカレーっぽくなります。これコリアンダーです。これもカレーっぽくなります。あと胡椒です。普通粉を入れるんですけどいらないです。
だ普通に野菜のまあこういうとろみで食べるカレーみたいな。であと塩で、家庭にチーズがあればこういうチーズをこう好みでなかったらスライスチーズとかも大丈夫。あ全然 OK です。ピザチーズでもまあこれは本当好みですね。ソースをちょっとだけ入れるとちょっとだけ酸味があるとちょっとメリハリがつくのでそんな感じですかね。できました。であとこの豆ですね。豆こういう感じでまあこんにゃくと一緒に含ましとくとまあそういうものにいいと思います。まず炊きたてのご飯ですね。もう絶対もうマストです。で、まあうちのカレーは必ずキャベツの千切りはでやっぱ添え物大事なのがこういう豆とかこんにゃくとかでこれグリーンピースとかまあちょっと青みがまあ季節だったらトウモロコシとかがあればいいんですけどね。でちょっとやっぱり酸味のあるものがちょろっとあると味変がうちはカツオの粉が出るんでこのキャベツの千切りにそうするとドレッシング代わりに美味しいです。こんな感じです。じゃあいただきます。はいどうぞ。作ってる時から美味しそうな感じです。とにかく健康にいいそう野菜たっぷりのだしカレーというまあカレーです。非常にこの繊維が何も残ってなくてきれいに潰れていて非常にいい出汁が出てますよね。もう豆とちょうど合いますね。こんにゃくを入れるのが不思議だなと思います。まあ豆だけでも十分だと思うんですけど、まあ、アクセントね。背中い豆の食感とこんにゃくの感じ、なんかこのスープが、タレがなんとなくマッチングしていいですね。炊きたてのご飯も美味しいです。はい。キャベツは甘みがあるので、なんかそのカレーの出汁が取れるんだな。これだと